今回は57センチ、これは無料でダウンロードができるような、こんにちは、服工房の小村です。今回は以前動画に載せていた軽やかなトップス、これはタンクトップの型紙なんですが、フレンチスリーブでも作りたいという声を多く聞いたので、タンクトップのダウンロードのできるこのタンクトップの型紙を使ってフレンチスリーブに変更する、修正をするやり方を説明しています。この作ったものは丈も長くしています。そして脇にスリットをつけているんですが、フレンチスリーブにはしていただいて、丈はこの元のある型紙のままでもいいですし、もっとズーンと長くしてもらってスリットなしのワンピースタイプにしてもらってもいいと思います。型紙の修正方法を説明していますので、ぜひ見てみてください。それではこのように型紙の修正をしていきます。これで型紙の修正ができたので、縫い代カットをしていきます。ワンピースとして延長する寸法は自由なんですが、今回は57センチ長くしてスリット25センチほど入れました。スリットから下だけは縫い代を2センチにして、自然に1センチから2センチにして三つ折り始末にします。これはスリットはなしでもいいですし、長さも自由に作ってもらえたらいいと思います。袖ぐりの部分は今回は裏バイアスではなく三つ折り始末にしようと思いますので、このまま縫い代1センチをつけていきます。鉛筆でつけずに、カットしながら縫い代をつけていきます。
型紙が完成しました。裁断ができたので縫っていきます。それでは縫っていこうと思います。まず縫う前に、真地伸び止めテープでもいいんですが、ここの、アームホールの縫い止まりとスリットの部分は、力がかかるので、この縫い目のところにかかるように伸び止めテープを3センチ超に切って貼っていきます。一重だとちょっと力がかかるので、伸び止めテープ、を二重針で貼って、それから縫っていこうと思います。アームホールの縫い止まりと、ちょっと見えにくいですが、スリットの縫い止まりに伸び止めテープを2、3センチの長さに切ったものを二重針で縫い目にかかるように貼ってきました。次に脇の縫い代は割ってそのままスリットになって、そのままアームホールに行くので、先に前後のこの脇の縫い代の部分にロックミシンをかけるのと、あと見返しにロックミシンをかけてきます。前後左右の脇をロックミシンをかけました。あと見返しにもロックミシンをかけたので、次に後ろ脇の部分を作っていきます。これでループを作って挟んで縫います。ループを挟んで見返しを縫ってきました。次に肩線を縫ってロックをかけてきます。肩を縫ってロックをかけてアイロンで後ろに倒しました。次に裏バイアスの始末をしていきます。襟ぐりの裏バイアス始末ができました。次に脇を縫うんですが、脇を縫う前に三つ折りのできるところは先にしておいた方が、段取りが良いので、こうアームホール5ミリ5ミリの三つ折りを縫い止まりのところまでアイロンで折っておくことと、裾も1センチ1センチの三つ折りを先にしておきます。その後に、アームホールの縫い止まりからスリット止まりまでの脇を縫っていきます。脇を縫ってきました。脇を縫ったらアイロンで割るついでに袖ぐりの三つ折りを整えることと、あとこのスリットの三つ折りもアイロンでしてしまいます。その後は、裾を縫ってスリットを縫って、袖ぐりの三つ折りのステッチをかけてきます。アームホールの三つ折りと裾の三つ折りをしてから、このスリットの三つ折りをして、最後にこのループに合うボタンをつけて、これで完成です。フレンチスリーブのワンピースが完成しました。今回はこの下にパンツを合わせたり、ペチパンツを合わせたりして、綺麗に着
えるようにスリット開きにして作っています。なかなか素敵にできたと思います。副工房では型紙の販売をしていまして、今回のようにこれは無料でダウンロードができるような、型紙になるんですが、いろいろな、デザインのものも型紙無料提供もしていますので、楽しいソーイングのひとときのお役に立てると良いと思っていますので、ぜひ概要欄も見てみてください。